サリューどうも皆さん、本日もお疲れ様です。今日やっていくのはですね、名優中村シェフのレシピ本から一品選んで作っていこうと思います。プロの料理人は人様のレシピ本をちゃんと再現できるのか的な、そんなシリーズ的なやつです。さあ、そんな感じで今回のチョイスはルーローハン。ちなみに中村シェフレシピ本最近出されたので、興味ある方概要欄にリンク貼っときますから、ぜひ覗いてみてください。というわけで、プロの料理人の視点でレシピ紐解いていこうと思うんですけど、当然使っていく材料分量はレシピ本通りにやっていきます。今回は豚肩ロースを 200g です。この料理のコンセプト自体が、ルーローハンって煮込んでお肉をトロトロにするのだけれど、結構煮込む時間かかるよねっていうところから、美味しいルーローハン短時間で作れちゃうぜっていう、そういう最適解が詰まってます。この豚肩ロースはまず脂身の部分と赤身の部分で切り分けておいて、脂身の部分はみじん切りです。みじん切りといっても限界あるんで、これぐらいでいいのかなと。それで赤身の部分は一口大と書いてあります。一口大って結構個人差出てくるところですよね。でも考えてみると、ルーローハンを短時間で仕上げていきたいっていうことは、肉にそんなに時間かけて火は入れてかないですから、なるべく短時間で中まで味が染み込みやすいように、少しだけ大きめな角切りで今回は準備します。ナスは皮を剥いて1センチぐらいの厚さのいちょう切りって書いてありますね。このレシピのポイントの一つで、豚肉のトロッとした感じ、それをナスで表現すると書いてあります。確かに短時間でやるには、ルーローハン特有の豚肉のトロトロ感が出ないですからね。これはすごく興味深いですよね。しめじはほぐして 2,3 センチぐらいの長さに切ると書いてあるんで、半分にカットすればいいのかなと解釈しました。次はおネギ、縦4等分にカットして1センチ幅と書いてありますね。この辺はあれですかね、豚肉とナスの食感だけだとやっぱどうしても単調になってしまうから、少しシャキッとした食感でアクセントを出そうっていう考えがあるかもしれないですね。レシピ本ってどうしても文字数が限られてるんで、120% 理解するっていうのが難しいシーンが、なくもないですよね。そういう時はちょっとした料理人の経験解釈っていうのは生きてくるのかなと思ったりしてます。急にすいません。はい。さて、お次は生姜です。やっぱりルーローハンにはこのジンジャーこと生姜は欠かせないですね。すりおろしではなくて粗みじんって書いてあるんで、食感のちょっとプチプチした感じ、シャキッとした感じをこれも演出したいんだろうなと。切り出しが必要なものはこれであらかた出揃ってきました。唐辛子と八角。唐辛子は半分に割ると書いてあるんで、おそらく種は抜きますね。種あったらかなり辛みがね主張されますから。ちなみに八角はなければウーシャンフェンを一振りで代用可能と書いてあります。そして紹興酒、醤油、みりんと、生姜から始まったこの一連の工程はタレという役割でまとまってます。さあ、そしてカットしておいた豚肉には片栗粉をまぶしておいて焼いていくという感じの流れですね。まずはタレを作っていくと書いてあります。特にこの時は火加減は書いてなかったんですけど、おそらく冷たい状態から中火で問題ないかなと。脂身なんでそんなに鍋底にひっつくこともないですからね。でちなみにフライパンはフッ素加工で全然大丈夫だと思うんですけど、中村シェフがステンレスのフライパン好きなんで、リスペクトを込めて同じようなフライパンをチョイスしました。でしっかりと焼いて油が出てきたら、生姜、八角、唐辛子を加えるようにと。それでその後に紹興酒、醤油、みりん合わせたものを
続けて加えるそうです。一煮立ちして香りが出てきたら火から外して大丈夫と書いてあるんですけど、この時火加減はおそらく強火で問題ないかと。で沸いたら中火といった感じですかね。でじっくりと香りを出していって液体と馴染めば OK ですね。引き上げちゃいます。でフライパンこれそのまま使うんで軽く拭き取ってもう一度オリーブオイル引きます。レシピには植物油小さじ1って書いてあるんですけど、オリーブオイルで問題ないかなと。そして豚肉赤身の方ですね、焼いていきます。ここはステンレスなんで特にね焼き色つくのが早いと思うんでしっかりと管理しておきます。両面焼き色つけるみたいです。焼き色がついたら裏返すと書いてあるんですけど、こういったコロコロしたものはなんとなくざっとで大丈夫だと思うんですよね。ざっと繰り返してって最終的には少し鍋を振るって全体にうまく焼き色がつけばいいんじゃないかなと。レシピに火加減は書いてないんですけど、この本の最初の方に火加減がね書いてない場合は中火ですっていう風にあらかじめ注意書きがあるんで、ここね読み落とさないようにしといてください。ということで中火にしてます。豚肉全体にざっと、焼き色ついたら再び、オリーブオイル小さじ1を加えてナスを全体に絡めていきます。それで間髪入れずしめじとネギも加えましょう。このレシピね面白いことに塩とか胡椒っていうのは一切書いてなくて、おそらくタレの味付けで持っていくんだろうなというふうに理解してます。全体に焼き色がついて豚肉に火が通ったら先ほどのタレを加えていくそうなんですけども、今回の豚肉のカットとかであればタレ加えた後に煮込む時間で十分に火は入ると思うんで、あまり豚肉に火を入れようっていう意識は必要ないのかもですね。レシピにはタレを加えてからは味をなじませれば OK っていうような表記なんですけど、ナスがどれぐらいトロッとするかっていうのは若干個人差あるような気もするんで、弱火にして10分ぐらい煮込みましたね。それぐらいがちょっとナスがトロッとする具合だったんで、はい、そんな感じで盛り付けドレッセンに行きます。イケてる丼にたっぷりの白米を加えて、その上から白米隠れるんじゃないかっていうぐらいこれでもかとルーローハンを添えてください。美味しそうですね見た目。あとは市販のカットしたたくあんを加えて完成です。いや、ちゃんとルーローハン美味しい。確かに長時間煮込んだ感じ、お肉の柔らかさがナスのトロッと感と片栗粉っていう部分で補われてる感じはしますね。長時間煮込んだような満足感がありますね。たくあんを添えるっていうのがね、箸休めとしての機能かもしれないですけど、これはいいですね。でこれ塩してないんですけど、このレシピ普通に味ちゃんと乗ってるんですよ。美味しいんですよ。醤油とみりんと紹興酒でもう十分に旨味がある。これいいっすね。しめじのシャキシャキ感がまたアクセントになってて食べ飽きないんですよ。フライパン入れてからはもう結構作業としても早いから簡単ですからね。唐辛子のちょいピリ感と八角のスパイシーな香りがこれまたねご飯進むんですよ。これはうまいわ。やるね。というわけでプロが人様のレシピ本を再現したらちゃんと作れるのか的な、そんなシリーズ的なやつでした。何かの参考になればと。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。